アルバハ HL ソロ。フルオートでの攻略も意外と簡単やん。2回目で 15% まで来れたし、これなら余裕すぎるで。そう、最初は思っていた。気軽な気持ちで始めた挑戦が、まさかこんなに困難な試練になるとも知らず。ことの発端は、2020年3月に寄せられた、一件のコメントからや。いつも楽しく拝見しています。ぜひランバージャックのガチフルオート動画をお願いします。コメントありがとうございます。引き受けさせてもらいますよ。というわけで、ランバージャックのガチフルオートにふさわしい相手を考えていたんやけど、アルバハ HL しかおらんやろってなったわけや。大丈夫か？アルバハ HL は1世代前とはイエンドコンテンツですし、ソロのフルオートとなれば達成した人も全空で何人かしかいなさそうなんですけど、大丈夫、私たちならなんとかなる。というわけで今回はランバージャックの性能紹介とアルバハ HL フルオートやっていくで。初期パーティーとしてはこんな感じやな。万能の黒騎士10点収支したぞ。復活薬ミーヤは鉄板ですね。あとは序盤の火力と防御タウン担当のコルル、回復担当のアンスリアを採用した方やで。ピンポーン。武器についても排水と剣手でガッチガチです。 DPS じゃなくてターンダメージを上げるためにケルベロス銃も大活躍やで。やりますね。石はフルオートでは召喚できないのでステータス高い石を入れるだけですね。これで準備は簡単。よそら初戦なので 50% 前に壊滅しそうな不安しかないですが、主人公の HP を見るとちょっと安心しますね。排水ハイランダーの火力特化編成とか HP1 万ちょっとしかないもんな。そしてめっちゃハラハラしながら5分くらい見守ってたんやけど、どうにか 85% までは無事に来れたようやな。コルルがリストカットで HP 減らしていますが、他のキャラは結構 HP 保てていますね。そして 85% からアルバハの攻撃が痛くなってくるわけやけど、びっくりするくらいマジェスタスの剣手スキルが守ってくれたみたいやな。あとは HP を持っているのも耐えられた大きな要因ですね。これはもう勝ったな。無属性ダメージは防御貫通。ふざけるなバカ野郎。これでどうやって戦えばいいんだ。まだこれで終わりじゃねえぜ。一番いいのを頼む。賞賛に値するな。おい、大丈夫だ、問題ない。次回城之内シスデュエルスタンバイ。ダメみたいですね。でもここで諦めないのがあかねちゃんのいいところやで。悪いところなんですよね。光さす道となれ、アクセルシンクロ。これでさらに HP が1万増えた上に排水しなくても火力が出るようになったで。強すぎる。排水に頼らなくて良くなった分、コルルを抜いてバレクラで安定性も上がりますね。そして安定性が上がった分、破局以降の戦いも楽になるわけやな。ここで破局を受けますが、ニーヤの自動復活バグで耐えます。火力と耐久の両立が極まってきたな。9%。終わりも見えてきましたね。ビッグバンも天使と守護で何のその。土壇場でのシスタソのカウンターがかっこよすぎますね。終盤は HP1% 削るのにこっちも精神すり減っていくからな。限界ギリギリの勝負も残りわずか。ここまで来たらフルオート討伐も現実味を帯びてきましたね。ダメ。無属性ダメージと HP10% 以下即死フィールドがほんまに辛いで、回復がどうあっても追いつかないです。この後何度か挑戦しましたが、どうしても討伐することができませんでした。マジェスタスも3セット用意した。リミプキも用意した。それでもやっぱり勝てへんのかなって、ここまでリソースを使って勝てないとなるとお腹が痛くなるくらい悲しい気持ちになりますね。コーチの力が必要かい？得意伝。逆に考えるんや。 HP が多すぎるから回復が間に合わへんのや。このぴったり2万の HP はまさかせやベリアルをメインとして装備することで最大 HP が2万に固定される代わりに最大非ダメージも5000に抑えられる特殊な編成や。これにより宇宙の大ダメージも抑えられ、受けたダメージもすぐに全回復するゾンビパーティーになるわけやな。95% のトリガー技を受けてみましょう。しっかりとダメージを抑えられてますね。しかも主人公1アピ中は非ダメージで約1000回復。
アンスリアも回避するたびに、全員に約2000回復を飛ばすから、結構すぐに回復するで、さすがベリアル。ファーさん以外に対しては、容赦遠慮のない頼もしさ、無属性割合ダメージと破局もカバーできるし、これは、さすがに発想の逆転勝ちやろ、あれ。でもベリアルって、多段技に対しては、ベリアルー。だってコーチだもん。ですよねはい。というわけで、ベリアルに騙された後、騙されたっていうか、片面ハテスになって、剣士の効果量が落ちただけですよね。進みたかったな。まあ、それはともかくとして、あの子さらに色々試行錯誤して、フォールンソード入れてみたり、シャレム採用してみたり、編成の順番入れ替えたりしてみたんやけど、最終的にうちがたどり着いた答えがこれや、ランバージャックを使ってみての感想やけど、確かに前評判通り、高難易度のフルオートで、活躍できる性能になっとったな。特に優秀なのが固定枠の1アビで、使用すると3ターンの間、動物たちのサポートを得られる、中ランバージャック特有のアビリティや、というよりランバージャックの強みは、この1アビに集約されていると言っても過言ではありませんね。この1アビ発動中は、特定の条件を満たすと、動物たちがアルバハに殴りかかってくれるわけやけど、その条件っていうのが4つあって、しかも全部達成が簡単なんよね。1つ目に、キャラ全員で、通算3回アビリティ使うごとに発動、相手にダメージと、攻防累積ダウンでバフを入れるで、高難易度ボスは、通常の攻防ダウンを弾くことが多いので、累積ダウンデバフが大切になってくるわけですね。普通のボスに対しても、累積デバフは耐性化が適用されないから、序盤と終盤で、命中率が基本的に変わらないのも、ありがたい仕様やで。その累積デバフを主人公が担当することで、累積デバフキャラを抜けるわけですね。今回で言うなら、おかげでコルルを抜くことができました。コルルは強いんやけど、リストカットして、自分から対象していくからな。そして、二つ目は、主人公がダメージを受けるたびに、味方全員を1000回復する効果です。長期戦していると、ありがたみが5層ロックに染み渡るで。続いては、主人公が奥義使った時に、全員にストレングスバフ効果を与えるもんで、これは、純粋に火力底上げとして嬉しいな。そして、4つ目は、相手が CT 技やトリガー技を使うたびに、ダメージと暗闇を与えるというものですね。2番目の回復以外は、全部ダメージ付きやから、4つ目はパッとしないというか、おまけ程度な感じやな。あとは、最大で、火力が、別枠 1.3 倍になる。サポアビも強力やし、楽器を持てるから、ソウルピルファーを使えるのも大きいな。いいセンスだ。アルバハなど、弱体耐性の高いボスには、本当に有用なデバフですからね。ただ、残念なんは、現状フルオートに向いたリミットアビリティがあんまりないところやな。一番使いたいこのレビは回復アビなので使用できませんもんね。あとは消去法で落葉を選択する感じやな。ほんで最終的な武器編成はこんな感じや。ピンポーン。まさかのマチェスタス3本目いらなかったという罠。火力が落ちすぎて85から75の間の無属性ダイダロス、75から次の OD までの間のバスコンをもらうリスクがかなり上がってまうんよね。めっちゃ何回もやられたで。ほんで代わりに採用した、この見慣れない武器は、バイト君の解放武器で、気候、後陣、浴びダメ上限アップと、優秀なスキルが揃ってるんよね。バブオノと合わせて、クリティカル率 84% くらいですね。バブオノにセットの方がいいんやけど、そこは、純粋に予算と引きの悪さゆえやね。今後の改善ポイントですね。改善ポイントといえば、レイさんの武器も、奥義に回復があって、おそらくすっごい刺さるんちゃうかな。こちらも、今後のアップグレードに期待ですね。まあ、今装備しているウンハイルの奥義も、インチキなくらい火力底上げしてくれるんやけどね。いいんじゃないかな。そして、最後に、キャラもさっくり紹介やけど、美からは、味方の奥義と回避の強化、それと、自身の回避時に発動するディスペルが強みやな。発動頻度が高いので、紅葉や無属性ダメージバフを、すぐに減らしてくれるのが、本当に強いですね。黒騎士だけやと、間に合わん場面が多かったからな。そして、黒騎士やけど、おそらく今の闇キャラで、一番フルオート強いんちゃうかな。スロー、ディスペル、攻防累積でバフと万能な上、自身の HP が 50% 以下の時には、ターンエンド時に自動で、ダメアピと回復が発動しますからね。効果量もエグいし、発動条件も緩くて、しかも攻撃累積ダウンまで入れるからな。あとはキャラ LB に出出。弱体成功率アップが2枠あるので、恐怖やデバフ、スローが成功しやすいのも強みですね。アンスリアは、回避時に回復とクリアオールしてくれるし、敵対心アップで攻撃吸ってくれるから、闇のフルオート長期戦の、守りの要やね。あと何気に1アビ発動時は、味方の防御、連撃、奥義を強化してくれるので、2アビのバフと合わせて、かなり、
味方の火力を底上げしてくれますね。1アビのバフは奥義で延長できるし、かなり長持ちするのもポイントやな。そして、あとの2人は、最強アタッカーのシスタソと、味方全員に自動復活を与えるニーヤですね。2人とも可愛いし強いから、うちのクオンメンバーやで。シスタソは6周年イベントで、またイケメン度も上がりましたしね。さて、これで長かった説明も終わりやから、いよいよ本番に行くで。と、その前に伝えなきゃいけないことが、一つあって、今回のアルバハ HL、フルオートチャレンジにおいては、練習のために自発のご協力いただいたり、失敗した時に討伐してもらったで、この場を借りて、ご協力いただいた皆様に、感謝申し上げます。おおきに。チャレンジの応援、見守りをしてくださった皆様も、ありがとうございます。冗談抜きに協力がなかったら、1日1回しかチャレンジできへんし、記録も持ったかわからへんで、結構な時間、編成を考えるのに使いましたし、フルオート中は練習分も含めて、じっと画面を見つめ続けてましたからね。失敗するたびに、やってもうたわってなってて、諦めかけるところやったしな。ですので、今回アルバハ HL フルオート達成できたのも、間違いなく Twitter で協力いただいた方々、そして、この動画を見てくれているあなたのおかげです。ほんまにありがとなぁ。楽しみにしてくれている人がいるから、どうにか討伐できたで、チャンネル登録しなくてもええから、よかったら、この熱いフルオートバトル、楽しんでいってな。個人的にはグラブルやってきた中でも、最高峰の熱戦でした。背景でフルオート動画流しながら解説をした方が、編集楽やったんやけど、そういう事情もあって、先に解説を終えて、あとは、キャラたちの頑張りを見る構成にしたで、それでは、私たちはお先に失礼します。各ポイントへのリンクも動画説明欄に貼っておくから、もし名場面だけ見たい人は飛んでってな。バイバーイ。ありがとう。安心して僕がついてさわかりました。私の舞を見せてあげる。あなたを魅了してあげるわ。侮るな。悪い子にはお仕置きだ。すぐ楽にしよう。容赦はしない。とっておきの舞を見せてあげるわ。ベルペティオパッシオーネ。とっておきだよ。金河新年無名剣。だ。これでこれで。剣のサビになりたいようだな。容赦はしない。これで。とっておきの舞を見せてあげるわ。ベルペティオパッシオーネ。こいつさ、踊りましょう。私の舞を見せてあげる。侮るな。すぐ楽にしよう。これで。まだ大丈夫。とってあなたを魅了してあげるわ。金河新年だ。
ペルペティオ・パッシオーネ。感謝するわ。今だ叩き込め。これで安心して、僕がついてる。悪い子にはお仕置きだ。容赦はしない。これでとっておきの舞を見せてあげるわ。金河新年だ。無名剣ペルペティオ・パッシオーネ。剣のサビになり込むよこいつは楽しみだ。金河新年だ。無名剣ペルペティオ・パッシオーネ。団長さあ、踊りましょう。私の舞を見せてあげる。侮るな。すぐ楽にしてやる。これであなたが私を否定するの。深淵を見切れるか。我が決ここに示さん。これでお前あなたを魅了してあげるの。ペルペティオ・パッシオーネ。気は熟した。ラゴン一戦虚空剣。クラゲ当然タイプ。これでいいだろう。相手をしてやる。これでありがとう。邪魔はさせないから。とっておきの舞を見せてあげるわ。ペルペティオ・パッシオーネ。さあ踊りましょう。私の舞を見せてあげる。見切れるか。我が決ここに示さん。ラゴン一戦虚空剣。クラゲ当然タイプ。これ
れで誰も認めてくれなくちゃさせないからこれでとっておきの舞を見せてあげるわベルペティオ・パッシオーネあなたを魅了してあげるわラゴ一戦航空剣クラゲトーテタッツこれで感謝するわ邪魔は恐怖せよ目標の程度がいかなる熱脚をもたらすかのこれでとっておきの舞を見せてあげるわラゴ一戦航空剣ベルペティオ・パッシオーネありがとうです見切れるか我が術ここに示さんクラゲトーテタッツ邪魔はさあ踊りましょう私の舞を見せてあげるラゴ一戦航空剣これで大丈夫なんで北の手安心して僕悪い子にはお仕置きだベルセピア・パッシオーネラゴ一戦航空剣金河信念だこれでとっておきの舞を見せてあげるわベルセピオ・パッシオーネとってあなたを魅了してあげるわラゴ一戦航空剣金河信念だこれで大丈夫感謝するわかっこいい見切れるか我が術ここに示さんどけ
ベルセティオ・パッシオーネ。気は熟した。ラゴー一戦虚空拳。銀河信念だ。これでさあ踊りましょう。私の舞を見せてあげる。ベルペティオ・パッシオーネ。ラゴー一戦虚空拳。ベルペティオ・パッシオーネ。どうもありがとう。気は熟した。ラゴー一戦虚空拳。安心して。見切れるか。我が決ここに示さん。悪い子にはお仕置きだ。どうだ。とっておきの舞を見せてあげるわ。あなたを魅了してあげるわ。銀河信念だ。ベルペティオ・パッシオーネ。気は熟した。ラゴー一戦虚空拳。こいつは楽しみだ。さあ踊りましょう。私の舞を見せてあげる。銀河信念だ。ベルペティオ・パッシオーネ。どんなこんなもへ。気は熟した。ラゴー一戦虚空拳。これでとっておきの舞を見せてあげるわ。ベルペティオ・パッシオーネ。見切れるか。我が決ここに示さん。
銀河信念だ。これでラゴ一戦虚空拳。桁って動きにくいのね。とっておきの舞を見せてあげるわ。ベルセティオパッシオーネ。とっておきだよ。あなたを魅了してあげるわ。銀河